ランクルの起源は1951年。初代ランクルの開発コンセプトは、絶対に壊れない信頼性、どんな悪路もねじ伏せる、です。そして今回紹介するランクル300のコンセプトは、どこへでも行き、生きて帰ってこれる車。70年以上経った今でも、初代からの思想は受け継がれているんです。ランクルの家系図を見ると途中で分岐しています。私が乗っている70は、実用性と耐久性全振りの働く車仕様。豪華さなんて知りません。乗り心地なんて捨てました。耐久性と信頼性だけを徹底的に追求しています。今回紹介する300は70とは対照的、豪華最新装備に最強の走破性を兼ね備えたフラッグシップモデルです。グレードは5種類。最安は520万の GX グレード。このグレードは国連や赤十字で使われている仕様をそのまま持ってきた玄人向けのベースグレードです。そこから高級路線の ZX とオフロード特化の GR スポーツに分かれます。今回のグレードはオフロード特化の GR スポーツ。ランクルの GR は見せかけの中途半端なオフロード仕様ではなく、専用装備もりもりのガチ仕様。ここからは GR の専用装備を30秒で紹介します。フロントには GR 専用のローマ字トヨタロゴ。これかっこいい。バンパー削ぎ落としてでっかい岩を乗り越えます。ぶっ壊す前提でバンパー重視。前後手フロックでジャフいらず。スタックしても脳筋パワープレイで自力解決します。世界初のスタビライザー切り替え機能は、舗装路はセダンのように静かに快適に、オフロードではタイヤを地面に押し付けながら悪路をねじ伏せます。つまり、道なき道をどこまでも行ける走破性を持ちながら、高級セダンのように快適にドライブもできる欲張りスペックなんです。こんなすごい機能を GR 専用にしていることからも、単なる見せかけのドレスアップじゃないことがわかりますよね。そして GR300 のタイヤの可動域は歴代ランクルトップなんです。この GR300 はダカールラリーという2週間でおよそ1万キロの悪路を走るいい意味でクレイジーなレースからのフィードバックをもとに開発されているそうです。ラリードライバーが車体をめちゃくちゃにぶっ壊しながら作り上げた傑作なわけですね。ダカールラリー楽しそうだ。これだけでも魅力たっぷりですが、まだ紹介は始まったばかりです。サイズは全幅1990、全長4965、全高1925です。70と比較すると一回り大きいですが、この大きさだともはや誤差です。道幅をフルに使うこのサイズ感は左右の車に気を使いますよ。運転にはかなり気を使いました。魅力は向かうところ敵なしの肉厚フェイス。フィジカル最強、きっと哀れませんよ。他のグレードもごつくてかっこいいですが、GR 専用のローマ字トヨタロゴは個人的に100点。にわかな私はこれだけで GR を選びたくなります。砂漠のような酷暑の中でエンジンをぶん回してもオーバーヒートしないようにグリルの開口部は大きく開けられています。そしてサイドのシルエットもかっこいい。ランクル300を開発するときに掲げられた目標の一つに歴代最強の80の走破性を超えることがありました。ホイールベースは黄金比と言われる 2850mm。これは30年前にランクル80で確立されて以来、1ミリも変えずに現代に受け継がれています。タイヤの厚みを確保して走破性を上げるためにホイールは18インチ、高級路線の ZX は20インチです。リアのデザインもごつくてかっこいい。リアゲートは跳ね上げ式、大きく開くので開けるときは注意が必要です。70は観音開きですよ。足回りはこんな感じ。すみません、素人にはどうなってるのかよくわかりません。70は武骨なリーフスプリング。乗り心地なんて捨てた耐久性信頼性全振り仕様です。ランクル300は80を超えるためにとにかく軽量化を徹底したそうです。ボンネットアルミで軽い、ドアパネルアルミで軽い、ステップもアルミ、バックドアもアルミ、足回りの軽量化も徹底、最新の溶接技術に高重力鋼板でさらに軽量化、ネジ1本減らす場所を探す徹底ぶりで200キロの軽量化が実現したそうです。軽量化への執念、すごすぎます。エンジンルームチェック。ガソリンモデルは 3.5 リッターの V6 ツインターボ。開発時の目標は先代の 4.6 リッター V8 エンジンよりも小さくしながら全ての性能を超えること。数字だといまいちイメージが湧きませんが、2.5 トンの巨体をスポーツカーのような加速でかっ飛ばせるスペックです。せっかくなので70のエンジンと比較してみます。こうしてみると70ってエンジンむき出しで整備性が良さそうですね。レッドチェック。デイライトとウィンカーが切り替わっていてかっこいいです。70と比較するとこんな感じ。丸めで可愛らしい70とシャープでいかつめな300、どちらもかっこいいです。ナイスチェック。
アシストグリップが大きいので乗り込みやすいです。ドアを閉めると外の音はほとんど聞こえなくなります。70と比較してみますね。もう今日は暑いよ。彼は信頼を終わっちゃいました。室内は広々快適、レザーをふんだんに使った豪華仕様です。他のグレードは木目パネルがふんだんに使われていますが、GR はカーボン調のパネルが使われていますよ。もちろん内装にもこだわりが詰まっています。アクロで車体の傾きを把握できるように水平基調のデザイン、揺れる車内でも手探りで操作できるように隣り合うスイッチが違う形になっています。細かい内装も紹介していきます。シートはふかふか柔らかい。スイッチごつくて使いやすい。シフトノブもごつい。ムーンルーフの開放感。シートヒーター完備。ベンチレーションまで完備。これならレザーシートでも蒸れませんね。シートの可動域広い。これなら私のように小柄でも視界を確保しながら運転できそうです。収納もたくさんあります。足元ドリンクホルダー。ドアポケット、センタードリンクホルダー、中央スマホ置き、上部サングラスホルダー、グローブボックスは2階建て、センターに巨大収納、左右後部から開けられます。ここの収納はオプションで冷蔵庫にできます。スピーカーもたくさんありますよ。A ピラー、ピラー横、センター巨大スピーカー、足元、後部座席に JBL、トランクルーム巨大スピーカー、車内の静粛性も相まって音は最高。走行モードの切り替えはダイヤル、足回りの切り替えスイッチはここにまとめてあります。身だしなみチェックはライト付き、バイザーの質感も高級です。車高があるので前方視界は良好、ただ車両の感覚はつかみにくいです。ナビ画面がはみ出しているのも残念ポイント。続いて後部座席を見ていきますよ。窓がでかい上にムーンルーフも相まって開放的、最高の空間です。上下左右はめっちゃ広いです。大人3人がしっかり座れる広さですよ。膝元は思ったより狭いです。身長のある方だと窮屈かもしれません。シートはもちろん柔らかいです。横になって休めますよ。極太センターコンソールにはドリンクホルダー。豪華にモニターまでついています。一番驚いたのはエアコンパネル。運転席と同じ機能がついています。シートヒーター、ベンチレーションも使えますよ。後部座席にも一切妥協なし。最後は3列目シートです。ワンタッチで2列目を跳ね上げられるので移動は楽ですよ。3列目とは思えない広さ。成人男性でも問題なく座れる広さだと思いますよ。シートもしっかり柔らかいですよ。3列目シートの折りたたみは電動。床下に収納されます。3列目と2列目を畳むとこんな感じです。段差を埋める土台を DIY すれば車中泊仕様にもできそうですね。キャンプの避難部屋とか作業部屋としてなら使えそうですね。最強の走破性に加えてこの豪華装備、ここまで欠点なし。そしてベースグレードのコスパにも注目してみます。現行のランクルシリーズは70が最安480万から、250の最安は520万から、そして300も520万からと値段が大きく変わらないんです。3.5 リッターのエンジンと本質の足回りにはグレードによる差別化がありません。ランクルに高級感を求めない方にはベースグレードはコスパ最強のグレードだと思いますよ。最後は走行性能チェックです。ランクルの性能をフルで発揮できる道がないので、その辺の未舗走路で走り回ってみました。ハンドル握ってまず驚いたのは、巨体の割にめっちゃ小回りが利きます。心配していた狭い道も案外スイスイ行きましたよ。ランクルの最小海底半径は 5.9 メートル。比較でイメージしやすいのは、ジムニーノマドの 5.7 メートルですかね。ボコボコの未舗走路をまあまあな速度で走っても、車内は会話ができるレベルで静かです。思ったよりも車内は揺れる印象でした。これならちょっとした郊外の山道も快適にドライブできますね。舗装路は静かで快適、まるで高級セダンです。大変なのは車両間隔のつかみにくさと車体サイズです。この車幅だと道が狭く感じるので左右に気を使います。不安だったので車が少ない夜中に運転していますが、これは通勤ラッシュが大変だ。加速はまるでスポーツカー。どの速度域からもしっかり加速してくれます。この暴力的な加速、車重 2.5 トンとは思えませんよ。東京の交差点は無法地帯だ。静かで快適、安全装備は充実、小回り効いて加速もよし、ドライブもいけて本格オフロード性能も兼ね備えた全部盛りのランクル、最高でした。これは欲しくなりますね。質実剛健、働く車の70、バランス型優等生の250、
最先端ラグジュアリーな300。同じランクルでもしっかり差別化されていて、全車それぞれ魅力がありながら、住み分けができているトヨタのラインナップ、すごすぎる。私の用途なら70で十分ですが、いつかは300の GR に乗ってみたいなーって憧れてしまいました。そして一見完全無欠なこのランクル、唯一の欠点はそもそも買えないことです。おい、トヨタと言いたくなりますが、ランクルは生活必需品として本当に必要とされている中東やオーストラリアでの販売が優先されているんです。日本で乗られるランクルは趣味の延長ですが、海外では国連の支援現場や中東のインフラとして替えが利かない大切な車なんです。日本車なのに欲しくても買えないのは残念ですが、世界中でランクルが活躍している様子を見るとなんだか誇らしくなりますよね。ということで今回はずっと気になっていたランクル300に乗ってみました。70年前、初代ランクルは自動車として初めて富士山6合目まで走破しました。道なき道を走破して叩き出したこの記録は、当時の米軍ジープでも達成できなかった記録です。70年経った現代でも、当時の開発思想は受け継がれています。ランドクルーザーの世界での活躍ぶりを当時開発に携わっていた方にお話ししたいですよね。今後も気になる車があれば乗っていきたいので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。